Hi guys, welcome back to my video. Please call me Granny. はい、皆さんこんにちは。グラニーさんと呼んでくださいです。今日はだるまのね、手縫いの糸を使いながら、ちょっとグラニースクエアのちょっと小物を編んでいきたいと思っております。めっちゃ細い、レース針の14号を使っていきたいと思います。で、先ほどなんでちょっとだけ英語で挨拶をしたかというと、海外の方から、日本じゃない方からね、字幕、英語の字幕をつけてくださいっていう、コメントをいただいて、とっても嬉しかったです。その方もグラニースクエアが大好きらしくて、はい。なので、ちょっとね、試行錯誤しつつ、なんかそういうことができたらいいなと思っています。で、今編み始めたのは、そのだるまのね、手縫い糸の細口っていうんだっけ？細いやつと、あと、これはね、レース針の14号を使っています。それで、グラニースクエアのちょっとちっちゃい人形用のクッションみたいなのを作っていけたらいいなと思って、ちょっとこれはお試しで編んでみています。ちょっと手の位置がね、下すぎるよね、これね。困ったもんです。なかなかこう画角を意識しながら編むっていうことがね、難しい。そんな感じですかね。はい、ちょっとこれ先が長いので倍速にして進めていきます。ダルマ糸っていうのは手縫い糸っていうことですごく頑丈だなと私の中で思っています。例えばオリンパスさんとだるまさんのレース糸を比べた時に、オリンパスさんは収縮性が良くて、だるま糸さんはすごいガチッとしたこう編み心地なので、こう力強い感じが私の中ではあります。で、私がこの細いのをね、ちっちゃいのを編む時になぜこのだるまの糸を使うかというと、もう糸といえばだるまっていうのがうちのおばあちゃんのその受け売りみたいな感じで、もう手縫いでよくいろんなものを作ってくれたおばあちゃんなんですけど、いつもだるまの糸をね使っていたので、私もこの細い、もうほんとレース針の14とか言ったら、ほんとさっきご覧いただいたんですけど、頭がねめちゃめちゃちっちゃいので、もうミリ単位のものですよねこれ。はい、次白い糸でね編んでいきたいと思います。今回はクリスマスカラーにしたいので、赤と白と、そして全体をなんていうんですかね、緑でつなげていこうと思っています。サイズ的には3.5×3.5 ぐらいのミニクッションを作ってみようかなと思っています。そうなんですよ。これもまたね、先が長いと思われますし、ちょっとね、こう何をどう編んでるんだかわからないぐらい細かい作業になるので、早送りにしていきたいと思います。はい、こうやって早送りちょっとしているんですけど、一つ一つ編んでいくの割とね丁寧にやらないと糸も裂けてしまうし、細いので、はい、慎重にはやっていっております。なんかこう子供たちが遊ぶようなぐらいの人形をね、シルバニアファミリーとかあったらいいななんて思ってはいるんですけど、まだまだそこには手が届かず、私がシルバニアファミリーの家具を集めながら、なんかそれに合うクッションとか作れたら可愛いなと思って今下見をしているところです。子供の頃はマジカルタルルートくんのお家をその自分の机の中に作ってて、
私なかなかね友達ができるようなタイプではなかったので、そのマジカルタルルートくんに話しかけるっていうそういう小学生の日々を送ってた時期もありますね。はい、これ白のよいしょ最後だな。よいしょ。ちょっとねほら見て、画角がさもうごめんなさいってぐらいはみ出しちゃってる。はい、ちょっとね最後のとこなので、そうもう自分の目に近いっていうなんかそこをめっちゃ意識してるのがちょっと後で見て面白い。もうごめんなさい、本当にはみ出しまくりだね。そんなこんなんでちょっと試作中なんですけど、はい、そうこれで白の最後が終わったかな。3×3 合計9枚で作っていきたいと思っていて、そうちょっとできるのが楽しみです。裏地はねもうグラニースクエアのちょっと色を変えていく感じでしようかなと思ってて、表はその2段のグラニースクエアを 3×3 段でやっていこうかなと思っています。どうなんだろうね、ほつれ止めとかを使った方がいいのかなとも思いつつ、はい、ちょっと今考えてるところではあります。はい、これで白が全部編み終わりました。はい、ちまちまとした作業なんですけどとても楽しいです。小さいねグラニースクエアは本当に可愛い。落っこちちゃったそうもうなんだろう、グラニースクエアって本当いろんな遊びができるからもう本当大好きです。はい、じゃあこれの配色を決めていこうと思います。だいたい決まってるんですけど、赤と白を合わせながら赤が5個白が4個でこうしましまみたいになる感じ、モザイクみたいなイメージかな、なんて言うんだろうになる感じで、はいやっていきます。もう大体のねあれなんであまりお気になさらず、はい見てやってください。こんな感じでね、イメージはこんな感じで並べていきたいと思っています。はいでこの緑色の糸でどんどんつなげていこうかなと思っています。こうね細い糸なので編んでいるとどうしても自分の方に寄ってしまって、はい、これの前の方はちょっと画角が変になってたのではみ出してたのでね、ちょっとこれもはみ出し気味なんですけど、ここからになります。これはもう最後の1個かな、つなげていくところです。もうねこのグラニースクエアのつなげ方は応用がすごく効くので、ぜひぜひ皆さんにも知っていただきたいと思います。ほらもう細かいからね外に出ちゃってる。もうちょっとね取り方を工夫して2段目3段目はまた進捗をね出していけたらいいなと思いますので、こちらのね細かい方のはいグラニーちゃんも楽しみにしておいてください。ちなみに今日は100均でこの中に入れるクッションの、生地を買ってきました。っていうのもこれめちゃめちゃちっちゃいんですよ。最後にサイズを出そうかなと思ってるんですけど、頑張って編んでるのでねちょっと見てあげてください。全然入ってないけど画角の中にそう難しいよね、編みながらこの細かいのを編みながらそのアングルの中に自分の手を入れるっていうことが私にはできなかった。今回は本当にすいませんそうこの向こうにね今見えているあの子たちをまたつなげていくときはもうちょっと考えて必死で戻ってきてるけど編んでるときはそうね考えられてないんだなって後から見返してちょっと自分のドジ加減にちょっとねクスッと笑ってしまっておりますが、はい
こんな感じで編んでいます。はい、なのでちょっとね早送りという技を使いまして、ここからはちょっとだけ早送りをして、最後にねサイズ感だけ皆さんにお伝えできたらいいかなと思っております。よいしょ。はい、1段目がつなぎ終わりました。なのでちょっとサイズ感をねご紹介したいんですけど、見るからに小さいという伝わるでしょうか。私手が割と大きめなんですけど、だいたいこれで2.5 センチなんで、端をつなげたらまあ3センチ弱ぐらいかなっていう感じの作りに、だから 3×3 ぐらいの作りのクッションになればいいかなと思っております。ではこちらの進捗報告もしていきたいと思っています。それではグラニーさんと呼んでくださいでした。またね、バイバーイ。